骨盤から上がターンしてターンが戻る。それが上に上がった体重が今度下に落ちるときにインパクトをするとこんにちは、女優の浅沼です。今日はリターンについて解説をしていきたいと思います。そのリターンの解説でこんなものを用意してみました。この後使うんで、最後まで見てください。よっ。では、実際に何球か、リターンをしていきたいと思います。じゃあお願いします。では解説をしていきたいと思います。今日はなんでこんなものを、用意しているかというと、どうしてもねリターンをストロークと同じ勘違いをしてしまって腕をね振ってしまう方が多いので、今日はこの骨盤から肩までのこの上がね、全部こう1枚の板だと思って体を動かしてもらいたくて、ちょっと今日はそのイメージを持ってもらうためにちょっとやってみます。はい。こう腕を振ろうとするんではなくて、骨盤から上がターンしてターンが戻る力でちょっと打ってみます。あくまでイメージでシュール。大丈夫かなこの絵面。よし、届かない。ナイスサーブ。よし。というわけで、打ってですね解説していきたいと思います。どうしてもね、先ほど言ったようにストロークと一緒になってしまう方は、こうテイクバックをした時に自分の体より後ろにラケットがこれテイクバックを引いてしまったり、インパクトでスイングをしようと思うとどうしてもタイミングが特に速いサーブで難しくなりますので、さっきの板をですね、背負ってるイメージというか、骨盤から上がもうここは1枚の板。ストロークだとこう肩をひねって骨盤の向きと肩の向きがこう差が生まれて、よりパワーがね出すためにひねりをね上からこう徐々に作っていくんですけど、これをね全部一体化してターンをしていきます。このターンを一体化してこれを戻していくようにリターンをすれば、自分で腕をこうあまり振ることなくボールをですね打つことができます。悪い例だとですね、手を引いてちょっとやっぱりスイングがこうダイナミックになってタイミングが取りづらくなるので、腰から上がそのままターンしてターンが戻るようにしていければと思います。でこのテイクバックを後ろに自分の手で引かないので、こう肩の後ろまでどうしても振り抜こうと思うとスイングを自分の腕で振る意識になってしまうので、ラケットの先端は打ちたいコースに向いて終わるぐらいの意識でいいです。どうしても振ろうと思うと肩まで振り抜こうと思うと腕のスイングが強くなってしまうので、体の向きをターンして戻して終わるぐらいの、ラケットのヘッドが打ちたいコースに向いて終わるぐらいのスイングの大きさでいいと思います。両手バックも同じです。肩をからひねってラケットの先端が打ちたいコースに。シングルバックの方はそこは少し違って、ヘッドを打ちたい方に向けようと思うとどうしても振り遅れが出てくるので、インパクトで手の位置はもう止めるようなイメージ。こうドアをポツンと拳でターンしてターンを戻すときにドアをノックするようなイメージでインパクトしていく方が
確率は上がっていくと思います。はい、スプリットステップなんですけど、スプリットステップはその場でするパターンもありますけど、相手のサーブが、速くてパワーで負けてしまうとか、あと遠いボールで届かない場合に困るので、中に一歩ですね踏み込んでスプリットステップをすることで自分の体重をしっかり前に乗せていきます。乗せてステップをして、さっきの体を1枚の板にしてターンしたのを右足を蹴って体の向きを戻していく動きになります。最後までね振り抜こうとしなくていいですから、ステップをして体の向きを、戻していく体重移動をしっかり中にね、入っていくと今みたいに角度がついたサーブのリターンも楽になります。これがね、そのままベースラインにいったら今のサーブはどんどん曲がっていくので、すいませんカメラこの辺まで来ないといけないので、どうしてもスピードでここまで移動するのは不可能なので、少し前に入って角度を遠いボールもね届くことができます。でそれで私の動画でたまに言ってるんですけど、握ったまま体を戻してきたらどうしてもラケットインパクトでパワーが生まれなくて、当たる瞬間に飛んできたボールに打ち負けてしまってサイドにそれていくような当たりになるんで、ターンした体を戻す時にはほんの少しですね、タイミング重要なんで、ほんの少し緩めたのがインパクトの直前で握ることでラケット面が打ちたい方に負けずに走るような当たりができます。少し緩めて握るような、はいあとは相手のサーブが速い時に飛んでくるボールに意識がいくと思うんですけど、私が注目しているのは上げたボールに相手のラケットがどういう角度で入ってくるか、相手のトスが上がってそれにラケットが立って横に入ってきた場合はこれもスライス系になるので、自分のフォア側に右利きの方だとフォア側に来るかもしれないという予測が立ちます。仮にこれがセンターに来たとしてもスライス系で入ってくるんで、センターに入っても自分に寄っていくサーブになってくるので、気をつけなきゃいけないのはワイドに少し意識を持っていくことになりますし、ラケットが寝てるところから起きるところにかけて当たってる場合は、スピンとか、スピンスライス系になるので、相手はセンターにスピン系できて相手にバックを狙ってくるような形にもなりますし、でもここからサイドに来る場合もちろんありますけど、そこまでスピードが出ないので、ボールが来てそこのフォアに来たっていうその判断をしても、間に合ってくると思います。このラケットが入ってくるところをしっかり見ることで、自分のバックに来るのかフォアに来るのかっていうところが判断しやすくなると思います。皆さんも一緒に見てもらいたいんですけど、ラケットが鈴木コーチがトスで上げたボールにラケット面がどうやって入ってくるかっていうところで、スライス系で来るのか、そこからどっちに、厳しい。当然予測もね重要なんですけど、ある程度その瞬間ステップした瞬間にそこに意識を持っていって瞬時にターンしていくんですけど、ターンしてこの軸足をね出すと思うんですけど、この足を出すっていうよりも待ってる反対側の足を蹴ると打点に早く入れます。リターンがネットしてしまう場合は、さっきのこのスプリットステップをして
軸足に体重を乗せて、この蹴り出して体がこう前にですね、こう力強く持ち上がっている時にインパクトをすればネットは越えやすいんですけど、それが上に上がった体重が今度下に落ちる時にインパクトをすると、どうしても体が下に向かってますから、インパクトも下に向かいやすくなってネットしてしまいます。必ず右足が蹴っている時ですね、蹴って自分の体がパワーがしっかりボールに伝えられるように、蹴るタイミングをしっかりですね、これ待つ時間を一瞬作らないといけません。なので遠いサーブなんかですね、特にやってしまうのが、蹴って届かなくて体が下降しているのにこうフラット系のリターンを使おうとすると、どうしてもネットをしてしまいます。蹴りが弱かったり体が下降する時に当たると、ネットしてしまう可能性が高くなります。なのでもし、相手のサーブが自分が想像したよりもワイドに来て自分の蹴りの力が伝えられない時は、体が下降するので、下降する時に打てるショットといったらもうスライスしかないので、そこでグリップをコンチネンタルグリップに持ち替えて、体が下降してもスライスだったら相手コートに返球することが可能になります。では、スライスのリターンについてちょっとね、話をしていきたいと思います。ほとんどボレーと同じです。踏み込んでバシッとこう決めるようなボレーを打つというよりは、速いストロークに対してのボレーに近いので、握る瞬間をしっかり合わせて腕の動きは最小限にしていければと思います。それから先ほど言ったような相手のインパクトの直前からしっかりボールを見ながら相手の入ってくるラケットもしっかり見ておかないと最初の反応が間に合いません。あとこのスプリットステップですね、した時に重心が浮いてると遠いところに来た時に蹴る力が弱くて飛びつくことができませんから、しっかりスプリットステップした時には重心を低く、はい、では今日ね、やってきたことのまとめていければと思います。まず一つは、さっき大きい板を、使って解説しましたけど、腕を引いたりこう肩から大きく下とこう、ね、差をつけてテイクバックをするんじゃなくて、腰から上が1枚の板だと思って腕を引かずに体をターンして足を蹴って戻すっていう動きですね。でそれで同時にラケットヘッドは打ちたい方に先端を向けて終わるようなイメージでこう肩の後ろまで振り抜くっていうことは、しないでいった方が確率が上がるという話と、あとはこの体重をしっかり前に伝えるために、あとは相手の速いサーブがサイドに来た場合に守備範囲を広げるためにも前に入ってステップを取っていく。でまたこの握るタイミングですね、握るタイミングも握りっぱなしでいくと相手のサーブに打ち負けますから、足をね蹴り出す時にはほんの一瞬ですね、ボレーと同じぐらいですね。これがあんまり緩めすぎるとインパクトがねまたタイミングがずれますから、ほんの少し緩めて握るタイミングを、作っていくというところと、あと相手のインパクトですね。相手のインパクト飛んで、もちろんトスが上がったボールは見ますけど、相手のラケットがどう入ってくるかというところをしっかりその一瞬を大事に見てあげて、予測と反応をしっかりつけていければと思います。はい、では今日やったことを踏まえて、鈴木コーチにいろんなサーブ打ってもらうので、私も試合のつもりで、返球をし
っていきたいと思いますけど、本当にスリーコーチのサーブがいいところに来たら取れないんですけど、頑張ります。スライスばっかり。厳しい。今日はリターンをやってきましたけど、リターンはねこうパワーのあるボールに自分のパワーでぶつけようと思うとどうしてもミスにつながってしまうので、なるべく相手のスピードを利用して、タイミングをボレーのように合わせて、とりあえず返球をしないとそのポイント取られてしまうので、まずは返せるテクニックをシンプルに身につけて頑張っていきましょう。よっいけ相当いいでしょ。